そのハワイ島の中で最終日だったのかな。荷物が多いじゃない、普段よりも。ドレスもいっぱい持ってた。朝アイロンをかけるところから始めて、毎朝スタイリストさんさ、もちろん頼めないじゃない。ヘアメイクさんも帰り連れてもらってるから、現地のヘアメイクさんがやってる間に私はひたすらなんかこうアイロンかけてシューってああ、そうだったんだ。私ね、ハワイが1回だけ海外の公演に確かにあったんだけど、一緒に仕事してる時に、その時は私が行くってなって、私はほとんど国内担当というか、私の上司になった人が、でもどうしてもスケジュールがいろんなアーティストの兼ね合いで行けないっていうのがあって、2回ある、実は。1回目は韓国。それをね、私が上京して本当にすぐぐらい、だからもうすぐに海外出張でそういうのがあって、ちょうど韓国が日本の文化を受け入れ始める時だった。あの時までは全然ダメで、今でこそこんなに韓流だとか文化を行き来してるし、もうエンタメ交流ってすごいけど、日本の文化をそのエンタメ系を入れるってことが韓国ではない時の始まりぐらいだったから、行ったのが初めてで、その次が私もハワイに連れてってもらったんです、彼女の仕事でね。日フィルのコンサートがあったから行ったんだけど、この日に帰らないとこっちのコンサートが間に合わないっていうスケジュールだったから、で彼女もそれを分かっていて、でもハワイに入れて、でそこでねやったことが、日本時間で生活をした。なんかそれは前聞いたことがある。聞いたことある。もうだからね、もう窓を開けてワイキキビーチが見えてるのに行けないわけよ。朝の5時です、寝ましょうとか、そういう逆転生活をずっとしてたから、他の人たちも「村地さん起きてます？」とか、みんななんかこうすごいハワイのお客さんたちもなんか満喫してる感じなのに、全部日本時間で時差がかからないようにって言ってね、アメリカってね辛いじゃん、戻ってくる。でもそういうところがすごい厳しいよね。プロだよね、やっぱり甘えないというか、あの時はすごくそれが強かった気がする。今の方がいい意味で周りの状況に乗るというか、その波に乗ってっていう自然体にっていう気持ちがなんか強いような気がする。ハワイでもワイキキビーチには行かず練習してたよ。そうなんだよね。そこがやっぱりいつもなんかあって、こっちが襟を正さなきゃって思わせる部分だよね。プロってそういうことだよなっていうような、常にね。どこパンケーキ食べに行くとか言ってパンケーキはテイクアウトでいいかなみたいな感じではいみたいなちゃんと練習してた、お部屋で。彼女が二十歳の時に1日何時間ぐらい練習してますかって聞いたことがあって、で音大生って私が知ってる範囲なんだけど、音大に入る前とかってすごいみんなもうやっぱりなんか練習するし、受験勉強のように何時間詰めてやったとかってあるんだけど、やっぱある程度プロとしてやってると、そこまで根詰めないかなって勝手に思ってて、1日大体平均6時間、二十歳の時に6時間6時間って言ったら、だって朝2時間、昼2時間、夜2時間って言ったら6時間。やっぱさすがだな。だからその当時はどこに行くにもギター持って行ったんじゃない、例えば京都、大阪行く時は今回は置いていこう、あとまあその現場でねギターがあって弾くことはあっても、ギターを必ず常にっていうのは今はちょっとそういう弾かない日もあるよね。心にある意味余裕が出てて、だってハワイもね現地調達したの。ギターをハワイでギターってなんかウクレレ、ギター屋さん連れてってもらって、数千からすごい高いものまであるギター屋さんの中で彼女が選んだギターがあって、それはもう向こうに置いてきたの。置いてきたの。要するにね、普段使ってるギターとは全然違うんだけど、自分のギターを持って綱とか海の前にっていうのがあれで、その時は置いてきたの。で現地調達したの。クラシックギターがああいう形状だとか、アコースティックギターと違うとか、弦の張り方がどっちが緩いんだとか、フラメンコの場合はこうなんだとかっていうのとか全然知らなくて、ギターを全部一つ使って思ってたからそういう意味では
は全然専攻していなかった音楽を彼女と知り合うことでいっぱい教えてもらったなと思って。ちょっとぶってみた。今日はもうありがとうございました。すみません、ありがとうございました。Hold on.